こちらがカルビーですね。今大注目のタウンエースベースキャンピングカーカルビーを徹底的に紹介します。タウンエースベースキャンピングカーは軽キャンピングカープラス100万円くらいの価格帯で販売されてます。軽キャンとの購入比較や軽キャンからステップアップ、そして普段使いできるキャンピングカーとして購入検討している方も多いと思います。そこで現役軽キャンピングカー乗りが本当に普段使いできるのか、軽キャンの不満点を解消できるのかという視点で紹介検証していきます。軽キャンピングカーずっと乗っていて不満な点がまず走りですね。上りはかなりのストレスがあります。タウンエースベースだとストレスなく登ってくれるのか、そして居住性ですね。軽キャンは2人車中泊が限界です。カルビーにはリアのスペースがあります。これあることにより軽キャンとどう変わるのか実際に車中泊に行って確かめます。内装で個人的に気になっているのがチャイルドシート装着可能な前向きシートの使い勝手です。徹底的に検証します。今回は外装内装をチェックします。走りでは実際に街乗り試乗し気になっているところを確かめます。最後に1日乗って触ってみて良かったところ、残念だったところをお伝えします。実はですね、今回の動画自分からカロラシガさんにメールしました。リアルに興味あるキャンピングカーなんですね。なので案件ではなく今回も本音でお伝えしたいと思います。この動画はフルテロップ字幕、そして翻訳入れてます。外や無音でも楽しめます。今回も最後までチェックよろしくお願いします。こちらがカルビーですね。タウンエースがベースになります。このサイドステッカーめちゃくちゃかっこいいですよね。これは特別使用車ということでラッピングされているそうです。高さが 2250mm、 ポップアップ上げると 2980mm です。横幅が 1800mm です。全長ですね、こちらが 4520mm です。乗車定員6名、就寝定員大人2名、子供2名です。ちょうどサイズ的に普段使いもできるサイズですね。価格は405万円、消費税込みで445万5000円です。ベース車両のタウンエースなんですけど、こちらエンジンが 1.5 リッターですね。2駆のオートマになってます。マニュアル4駆は選べます。キャンピングカー登録になりますんで、車検は2年に1回です。通常のタウンエースだと1年に1回なんでちょっとお得ですね。自動車税は年間27,600円です。それでは外装から見ていきます。まずはサイド見ていきます。窓は入り口側に大きめのやつがあります。こちらスライド式ですね。こちらが反対側になります。こちらも大きめの窓が1つ、そして後ろにちっちゃい小窓があります。こちらも横にスライドするタイプの窓になってます。張り上げ式じゃなくてスライド式だと走行中も開けれるんですね。なので後ろも涼しいと思います。この小窓と大きい窓の間にちょっと出っ張りがあります。これは後部座席の3点シートベルトの部分になります。運転席側のサイド、こちらですね。ここにサブバッテリーが搭載されてます。2つ鉛バッテリーが搭載されてます。こちら標準です。でオプションでもう1個増設可能ということです。リチウムバッテリーはまだ対応されてないということでした。いずれは対応していくと思います。サブバッテリーの後ろ、こちらですね。ここがなんとゴミ入れれるスペースになってます。ちょうどコンビニ袋1つ2つぐらい入ります。左右ですね、両方あります。これかなりいいですよね。やっぱり匂いとかするもんって車内置いとくとかなり充満します。リアの足回りなんですけど、ここにリーフスプリングですねあります。これ何枚か強化されてますね。そしてあとはオプションで左右のロールを抑えるスタビライザー、それとショックアブソーバー、
バネですね。こちらをオプションで装着することも可能ということです。そうすることによりキャンピングカーなんですが、かなり走行性能は良くなるみたいです。そして後ろ、こちらですね。窓があるんですけど、こちらは開かないはめ殺しタイプになります。テールランプが丸のタイプですごい可愛いですよね。後ろの上の部分なんですけど、なんとこちらデッキがあります。マックスファンつけるとこのバーもなくなるそうです。このバーはタープ連結したりとか、フックを反対側につけると荷物をですね置いて固定することも可能ということです。こういったスペースはありがたいですよね。はい、こちらがフロントになります。シェルの部分なんですけど、上ですね、グレーのラインが入ってますね。これはステッカーではなくて塗装ですね。タウンエースってすごい愛らしい顔してますよね。所有したらすごい愛着湧きそうです。はい、それでは運転席に座ってみます。結構やっぱ広々してますね。で、今回の車両はオートマになります。2駆ですね。こちらの車両実際に車中泊で使用させてもらいますので、後で走行性能とかも確かめます。それではいよいよ中に入ってみたいと思います。入り口が結構高さはあるんですけど、ここ2段になってますんで中には入りやすそうです。じゃあお邪魔します。ここに靴入れがあります。これ両部屋機能嬉しいですね。入り口は靴ギリギリ1人分だけ入ります。電気はここの入り口入ったところの上に集中してます。うわ、結構広い。いやー、いいですね。なんか思ってたより広いです。室内の長さが 2600mm ですね。横幅が 1700mm です。高さが 1400mm です。で、ポップアップ上げると 2050mm です。意外と上余裕あって、僕170センチなんですけど、げんこつ2つ入ります。これは意外でした。対面式のソファーの後ろにリアベッドがあります。こちらはチャイルドベッドで長さが1700、そして横幅が600です。子供や女性ですね、160センチ台だったら寝れそうです。ベッドの下なんですけど、こちら広大な収納スペースになってます。これすぐ簡単に取れますんで、アイデア次第ではマルチルームですね。トイレを置いたりとか収納スペースですね。あとは簡単なテーブルとか置いてリモートワークスペースとかもできそうですね。アイデア次第ではかなり化けそうです。この後ろのリアベッドの部分なんですけど、小窓ついてますんで、例えばマルチルームにした時にトイレとか換気も大丈夫そうですね。後ろのリアベッド170センチなんですけど、ちょっと前から確かめたいことがありました。自分も170センチなんですけど、ぴったりの人が寝たらどうなるかやってみます。ぴったり。寝れないことはないけど、ちょっとなんか足が当たるんですけど、寝れないことはないですね。こんな感じでこうやれば全然いけますね。こんな感じで、寝れないことはないって感じですね。こちらのソファーなんですけど、3列目、こちらは前向きになります。ここに3点式のシートベルトがあります。なのでチャイルドシートも付けれますね。3列目前向いて走るのがいいなと思った点なんですけど、通常2列目が前向くとついてから一度このソファーをですね反対に展開しないとダメだと思うんですけど、3列目が前向きシートだともうついてからこのまますぐくつろげるんで、これはかなり楽だと思います。ただ3列目の乗り心地はノーマルの状態だと結構揺れると思いますんで、一度試乗してからの方がいいと思います。オプションのショックアブソーバーやサビライザーつけると変わると思います。運転席から後ろのシェルの方には入ってこれます。こっちのソファーですね、こちらがこんな感じで傾きますんで、ここにスペースが生まれて行き来可能です。
雨の日とか助かりますよね。ソファーの生地なんですけど、こちらはカロラベースさんのオリジナル仕様ということです。せっかくなんでポップアップ上げてみます。ポップアップ上げ方めちゃくちゃ簡単で、ここのフックですね、これを外します。2つ外して、あとはこちらを1点2点3点4点外すだけです。ポップアップ上げると高さ2メーター超えますんで余裕で立てます。入り口の方はギリギリになるんですけど、真ん中より奥の方ですね、こちらは余裕で立てます。後ろに大きい収納スペースがあって、で上にですね、こちら左右に収納スペースがあります。跳ね上げ式の収納スペースです。奥行きはまあまああります。こちらが1、2、3、そして反対側に1、2で、ここにちっちゃめのやつが1つあります。運転席の上の部分、こちらはポップアップのベッドのマットが入ってます。でこちらがキッチンになります。ここにギャルですね。でこっちに調理スペースがあって、ここをなんとですね、延長できます。これを引っ張るとこんな感じで延長できます。ここだったら簡単な調理もできますよね。後で試してみたいと思います。テーブルの下に40リッターの冷蔵庫あります。かなり広いですね。冷凍庫もついてますね。簡単な小物入れですね。それとこちら側にこのギャレーの排水と清水タンクがあります。こちらは16リッターずつです。でこのタンクのすぐ上にインバーターですね。これでコンセントが使えるようになります。こちら標準では500ワットまでです。なので料理とかはちょっとしんどいかもしれないですね。で窓なんですけど、こちらはスライド式ですね。こんな感じで横に開きます。網戸もついてます。この窓の数がこのソファーのところと、あとはこのキッチンですね。リアはこちらははめ殺しになってます。でリアのサイドにちっちゃい窓があります。入り口のエントランス部分も網戸があります。こちらも標準装備です。カーテンですね。こちらも標準でついてます。この窓もそうなんですけど、運転席と後ろのシェルの部分ですね、ここの仕切りカーテンもついてます。そして照明はメイン照明、左スポット、右スポット、リア照明、これ4つですね。メイン照明が天井についてます。でこちらが右スポットです。こちらが左スポットです。こちらがリア照明です。それでは一度ベッド展開してみたいと思います。はい、これでフラットになったんですけど、これでも使えるんですけど、さらに拡張します。ベッド展開完了しました。この横幅ですね、こちらは 1130mm 長さですね。こちらは 1870mm です。これだったら大人2人余裕で寝れます。ちょっと寝てみますね。次はこちらのポップアップのベッドですね、展開してみます。ポップアップルーフのベッドは横が 1150mm で長さが 1800mm です。この上にメッシュの換気がありますんで、夏も吸いそうですね。ポップアップのですねベッド展開するとここが開くんですね。なので収納で使えますね。もうポップアップを使わない方であれば、ここの板を全部外して収納としても常に使えそうです。そ
そして上のポップアップのベッド展開するとやっぱり高さがなくなりますね。ここ座っているとげんこつ一つ分になりました。ここに大人2人、そしてリアに子供1人、このポップアップベッドですね。2人寝れます。なので合計頑張ったら5人寝れますね。いやー、カロビー意外と広くていいですね。ちょっと感じたイメージなんですけど、広くした軽キャンですね。プラス後ろのスペースを追加したという感じです。軽キャン乗りの方はかなり広く感じると思います。やりようによってはマルチスペース、トイレ作って冷蔵庫、キッチンもありますんで、こうちゃんと寝れますんで、頑張ったら生活できそうですね。でこのソファーの下なんですけど、ここにスペースがあるんですね。なんか収納に使えそうなんですけど、こんな感じで動かすんでちょっと使いにくそうですね。ここはちょっともったいないかなと思いました。じゃあこちら気になるのが走りですよね。どのぐらい走るのか、重くないのか、曲がるのかですね。今から一般道で試乗してみたいと思います。そして今回お借りするカロビーがこのベースのタウンエースがマイチェン前のやつらしいです。なのでちょっと遅いみたいです。ここにマイチェン後のカロビーがあります。こっちの方は走りも良くなってるみたいです。今回はマイチェン前のやつをお借りします。行動出ました。ちょっと安全運転で行ってきます。まず視認性なんですけど、すごいミラーが大きいんで左右、そしてバックカメラついているんでかなり見やすいです。これ市街地で走っていると高さが結構あるんでなんか見やすいですね。前の乗用車とか結構低いんで、こうなってくると1個前の車まで見えるんで安全運転につながると思います。今一般道ですね、法定速度50キロで走ってます。振動乗り心地なんですけど、やっぱり路面のギャップとかあるときはガタガタ揺れますね。ただなんか乗り心地悪いっていう感じはしないですね。そうですね、振動はするけど、商用車って感じですね。乗用車みたいに滑らかにいなしてくれる感じはないです。ただ軽キャンピングカー乗ってる自分からしたら、全然問題ないって感じですね。どっちが乗り心地いいかといったらどっちも一緒ぐらいです。で今10分ぐらい走ってみたんですけど、やっぱり車幅がそんなにないんですごい運転楽ですね。軽自動車ぐらい幅は狭くないんですけど、それでも全然気を使わずに運転できます。これ普段使いできますね。買い物とか普通に使えると思います。じゃあ一般道信号加速してみます。はい、今40キロ50キロになりました。全然問題なく他の車についていけます。ちょっと今踏み込んでみたんですけど、グイーンっていうエンジン結構うなって加速してくれたんで、これは上りとかも期待できそうですね。はい、ブレーキかけます。やっぱりですね、キャブコンなんでブレーキの利きが悪いです。普通の車乗っていたら結構びっくりすると思います。で軽キャンピングカーと比べてそうですね、一緒ぐらいですかね。やっぱり前もって早めに踏む方がいいと思います。じゃあ次コーナリングですね。左折します。今20キロぐらいですね。上がります。はい、そうですね、やっぱりロールはあります。軽キャンと比べるとそうですね、やっぱり車幅がある分まだ安定はしてるかなという気もします。この辺はショックアブソーバーやスタビライザー入れていくと改善されると思います。今40キロで走ってるんですけど、ここちょっと上りですね。緩やかな上りです。上っています。40キロでアクセルを大丈夫ですね。アクセルもちょい足しするぐらいで今失速してまた踏んだんですけど、全然力強く上っていってくれます。軽キャンとかだと失速するとなかなか加速するのにまた時間かかるんですけど、このカロビーは 1500cc なんで結構トルクあります。大丈夫ですね。一般道低速での坂道は大丈夫でした。また明日ですね、高速道路を走ってみて高速道路の途半車線ですね、登るか確認してみたいと思います。いやー、街乗りではキャンピングカーとは思えないほど力強く走ってくれました。これは高速道路の上りも期待ですね。そして内装ではリアのスペースいいですよね。そのまま簡易ベッドで使うのもいいし、トイレを置いたり、今だったらスポットエアコン置くのもいいですよね。
窓があるので排熱処理もできます。皆さんだったら何に使いますか？想像するだけでも楽しいです。今回動画撮っていて欲しくなってきちゃいました。これハンコ美味しそうです。次回は実際に車中泊に行って使い心地をお伝えしたいと思います。一般道を走って温泉のある車中泊スポットで宴していきます。次回もチェックよろしくお願いします。タウンエースベースキャンピングカーカロビーで車中泊行ってきます。軽キャンピングカー乗りが前から気になっていたタウンエースベースキャンピングカー、実際に車中泊に行ってその違いを体感してきます。自分が確かめたいことは軽キャンとの違いですね。リアスペース、こちらそこまで大きくないんですけど、あることにより実際の車中泊でどのぐらい快適になるのか、あまり変わらないんだったら軽キャンのままでいいですよね。そして軽キャンの最大のデメリット、上り坂の走りを体感してきます。そんなに速く走れなくていいんです。普通に交通の流れに乗れるかチェックしてきます。1日目は一般道、2日目は高速道路を走行します。実際の街乗りでよくある信号ストップ&ゴー、60キロに達するまでの加速も計算します。車内では断熱性や快適性を調べるため、車内と車外の温度を測っていきます。車中飯では焼肉して換気能力を調べます。1日目は気になるポップアップで寝てみます。実際の寝心地や設営の時間気になります。最後、車中泊終わりに実際に使ってみて自分が感じたメリットデメリットをお伝えします。車中泊するスポット、なんと無料の場所です。かなりおすすめなんでこちらも紹介しますね。お伝えしたいこと多かったので動画長くなってしまいました。ご飯食べながらお酒飲みながら一緒に行ってる感じでお付き合いいただけると嬉しいです。この動画はフルテロップ字幕、そして翻訳を入れてます。外や無音でも楽しめます。今回も最後までチェックよろしくお願いします。それではですね、今からこのカロビーで実際に車中泊行ってきたいと思います。いやーめっちゃ楽しみです。いつも使っているインディ727からカロビーへ車中泊の荷物運びたいと思います。こちらが車中泊のグッズですね。こちらニトリで買ったボックスに入れてます。こっち側は撮影機材です。カメラとか三脚とかです。ポータブル電源も持っていきます。こちらはジャックリの1500です。今ですね 56% ですね。またこれ走行充電で充電していきます。そして布団持ってきました。いらないかもしれないんですけど一応持っていってきます。カロビーのリアベッドの下に収納してみます。はい、荷物積み込みました。まだ全然空いてます。この布団は一応取り出しやすいように上に置いてきました。これ後ろすごい収納力ですね。これ僕みたいにカメラとかですね撮影してる人も全然余裕で三脚も入ります。あとはロードバイクとかですね、こんなんも入ると思います。さあそれでは出発します。いやー楽しみですね。一般道でどのぐらい走るのか、あとは高速道路ですね。軽キャンピングカーだとやっぱり途半車線しんどいんで、どのぐらい快適に走れるのか、そちらを体感してみたいと思います。はい、じゃあ出発します。こういった街乗りのストップ&ゴーですね。やっぱり出だしちょっともっさりするんですけど、踏み込んであげるとエンジン回転数がバーッと上がるんで、そうなるとすごく加速してくれます。なので街乗り問題ないですね。今この幹線道路で信号で一番先頭だったんで、次青になったら踏み込んでみます。60キロまで加速します。はい、こんな感じですね。結構加速はちゃんとしました。全然問題ないですね。キャンパーシールちょっと物を置いてたんですけど、テーブルの上にそれが落ちました。結構 G はかかりましたね。じゃあまずはですね、ちょっと一旦コンビニ入ってドリンク買ってで行き先決めたいと思います。セブンありますね。じゃあこちら入ります。さあコンビニの段差どうやろう。まあぼちぼち揺れますね。
めちゃくちゃゆっくりくつろげます。で、今滋賀県のこの琵琶湖の南の方ですね。前から行きたかった場所がありまして、それが無料でですね車中泊できるスポットです。しかも温泉があります。アクアイグニス片岡温泉と言います。こう行ったことないんで今日行ってみたいですね。これ三重県なんですけど、この琵琶湖の南から約車下道で2時間半ぐらいですね。こちら行ってみたいと思います。一応確認電話でしておきます。お電話ありがとうございます。アクアイグニス片岡温泉でございます。すみません、駐車場で車中泊って可能なんですかね。はい、可能でございます。大丈夫ですか。もう予約とかせずに行って大丈夫なんですかね。はい、車中泊につきましては事前のご予約不要でございますので、ご来館時に受付をお願いしております。わかりました。じゃあお伺いします。はい、お待ちしております。失礼します。失礼いたします。事前に予約もいらないんですね。もう神スポットですね。それではスーパーで買い物してビールも買って寄りたいと思います。今制限速度50キロで一般道走っているんですけど、意外と静かですね。段差とかあるときはガタガタ音がします。前というかですね、この後ろのキャンパーシェルですね、後ろの方がガタガタします。これはキャンピングカーあるあるかもしれません。50キロでしたら会話普通にできます。別に声張らなくても大丈夫です。スーパー着いたんで、ここで買い出ししていきます。いろいろ買ってきました。今日はもう打ち上げしたいと思います。なんかこうやって見るとやっぱりちょっと大きいんで見つけやすいですね。付属の冷蔵庫ですね、40リッターありますんで冷やしていきます。こちらなんですけど、サブバッテリーにつながっていて、ここオンにするとここですね、ダイヤルがあって作動します。別に電源ないんで、これつけて消し忘れるとサブバッテリー空になりそうです。だいたい2日ぐらい持つそうです。いやー、めっちゃ入るな。もうこれ住めますね、ほんまに。さあ出発します。この夕日とカルビいいですね。こういった感じで駐車場とかふとした瞬間に振り返ってみるキャンピングカーっていいですよね。それでは安全運転で行ってきます。今制限速度の50キロ一般道です。今からですね、ちょっと高架で上り入ります。上り確かめてみます。さあ今50キロです。ちょっと窒息してきたんで踏み出しました。今エンジンのギア変わらずに上っていってます。でさらに踏み出すと加速します。ギアが下がれば問題なく加速してくれました。普通にそのままの速度をキープしていると下がっていく感じでした。どのぐらいまで速度をキープできるかですね。ギア下がってから、そこも明日高速で検証していきます。いや結構暗くなってきました。でやっぱこの夕方の時間が一番事故多いみたいなんで、ゆっくり安全運転に行ってきます。はい、日も暮れちゃいました。これかなり山の中ですね。ここですね、到着しました。めっちゃ広いな。車は結構止まってます。到着しました。なんかすごいいい感じですね。駐車場はこんな感じでおしゃれにライトアップされてます。もう周りは山の中で、あとは高速道路が走ってるぐらいですね。ポツンとこの温泉施設があります。楽しみですね。このワイヤレスの温度計ですね、こちらをフロントガラスですね、ここに養生テープで貼っておきます。これでお風呂上がり、中と外の気温ですね調べます。ちょっと一旦カルビに戻って用意します。いやー、いいとこですね。なんかすごい静かで山の中です。温度も低そうですね。温度計持ってきたんで、これ中と外ですね。今から測って後で温度測定します。冷蔵庫もちゃんと電源ついてます。もうビール飲みたいんですけど、ここは我慢して一風呂浴びてきます。うわ、
なんか照明がめっちゃおしゃれです。ここがお風呂の建物ですね。なんかめっちゃおしゃれですね。楽しみです。行ってきます。はい、いいお湯でした。値段は600円で結構安めでした。12時まで営業してるみたいで、朝は6時からやってるみたいです。また明日朝風呂入るのもいいですね。受付で車中泊することを伝えました。するとナンバーとか記入しました。で、場所はどこでもいいみたいです。ちょっと端の方に止めておきたいと思います。駐車場がこんな感じです。何個かあるみたいですね。ここが第一駐車場です。温泉から一番近いところですね。高速道路近く走っているんですけど、音は全然気になりません。道路を渡って向こうに第二駐車場があるみたいなんで、ちょっと見てきます。ここですね。 P2 って書いてます。ここが第二駐車場です。車が2台だけ止まっていて真っ暗です。ちょっとここは遠いですね。この道路を渡ると第一駐車場と温泉になります。車こんな感じで端の方に止めさせてもらいました。トイレからちょっと離れてるんですけど、ここで止めたいと思います。さあ、それではようやくビール飲めます。カーテンしときましょうかね。全部の窓とカーテンが標準でついてます。あ、こんな感じでマジックテープついてますね。これは便利ですね。テーブルのとこもカーテン閉めておきます。エントランスもカーテンありますね。あ、こんな感じですね。入り口もこんな感じでカーテンつきました。あとは運転席との間ですね。ここも閉めておきます。こんな感じで全部カーテンつきました。これで完全な目隠しになってます。お風呂から帰ってきて、室内の温度が26度、そして車外はなんと 21.5 度。めっちゃ涼しいですね。やっぱ山ん中なんで気温低いですね。車内の方が温度高いんで、ちょっと換気して温度下げていきます。せっかくなんでポップアップも上げていきます。ポップアップはここのフックを1箇所、はい、ここに1箇所と、あとはこことこことこことここ4箇所のフックを外します。そして持ち上げるだけです。中はちょっと蒸し暑いんで、じゃあ換気していきます。やっぱり上が風通ってめちゃくちゃ涼しくなります。多分すぐ温度下がると思います。さあ、ビール冷えてるかな。あ、めっちゃ冷えてます。今日はキリンラガーいただきます。キリンラガーたまに飲みたくなるんですよね。いただきます。いただきます。あー、これはやばい。しみる。それでは晩ご飯兼つまみ食べたいと思います。やっぱり焼肉ですよね。冷蔵庫の中にお肉冷やしてきました。ここの延長テーブルすごい便利ですね。物も置けますんで。で、これしかもですね、よく考えられていて、テーブル延長したままでも冷蔵庫開きます。これはかなり便利ですね。焼肉と野菜ですね。カット野菜売ってましたんで、こちらと厚揚げ焼いていきます。お肉はですね、この IH ヒーターと IH 対応のフライパンで焼いていきます。で、片付け楽なようにですね、アルミホイルとフライパンシート、ちょっともうこっちのフライパンシートが減ってきたんで、今日は久しぶりにクックパーで焼いていきます。IH ヒーターは弱利1500ですね。こちらで焼いていきます。走行充電していたら 73% まで増えました。それでは焼いていきます。
今日はこのジョジョ園で焼肉のタレ買ってきました。これ美味しそうですよね。で、お皿はペーパーボウル使います。今回車両お借りしていますんで、リアレイはできるだけ使いたくないんで、もう洗い物なしでいきます。動画用に奮発して買った焼肉、これめっちゃ美味しそうですよね。焼いていきます。今回ですね、焼肉焼いていいか聞いたら許可してくれましたカロダシガさん、ありがとうございます。ポップアップの換気してますんで、これで焼肉してもどのぐらい匂い残るか明日検証してみたいと思います。ちょっと油跳ねしそうなんでアルミホイルでかぶしておきます。はい、そしたらこちらのジョジョ園のタレでいただきます。じゃあいただきます。うわ、うまそう。最高。ごちそうさまでした。いやー、めっちゃ美味しかったです。ジャクリのバッテリーは 58% に減りました。焼肉のタレとか余ってしまったんで、今日はポータブルトイレ持ってきてますんで、そっちに捨てて固めたいと思います。あ、やっぱりちょっと油飛んでますね。できるだけ油飛ばないように蓋したりとか水分吸ったりとか頑張ってみたんですけど、なかなか難しいですね。車内焼肉への挑戦続けたいです。それでは外の様子とお手洗い行ってきます。トイレ見ときます。こっち側なんですけどちょっと離れてますね。マップによるとこっちなんですけど、あるかな。これですね。ありました。トイレはめっちゃ綺麗でした。これだったら安心して使えます。じゃあ車内戻ります。車内なんですけど、やっぱちょっとほんのり焼肉の匂いします。今上開けてますんで換気されて、明日の朝もしかしたらなくなってるかもしれません。ちょっと様子見たいと思います。中が25度、外が 20.9 度です。中意外と下がんないですね。外は 20.8 度ですね。今かなり涼しいです。さあ、それでは寝るようにしていきます。今日はですね、こっちのベッドじゃなくてこのポップアップのベッドですね、寝てみます。お昼に一度ポップアップのベッド展開したんですけど、ちょっと時間かかってしまったんで2回目ですね。今回何秒でできるかやってみます。はい、1分25秒でした。自分の中ではかなり急いだ方なんですけど、やっぱりちょっと時間かかってしまいました。ただ1分半なんで許容範囲内かなと思います。今日はこの布団持ってきたんで、こちらにくるまって寝ます。やっぱ高さは全然ないんでちょっと圧迫感あるんですけど、めちゃくちゃ低いってわけでもないですね。布団とか用意していたんですけど、その時は狭いなと思いました。ただ寝てしまえば全然問題ないかなと思います。で、ここがこんな感じで電気消せます。なのでもう電気つけっぱなしで、こっちのポップアップに上がってから寝る前に押す感じで大丈夫です。ここメッシュなんでかなり涼しいです。駐車場なんですけど、本当にテントで寝てるような感じです。さあ、それでは寝ます。おやすみなさい。おはようございます。いや、すごい起
起きたら非現実的空間。このポップアップで寝たの忘れてました。風が止まるとすごい暑くなります。ちょっと電車がすぐ横走っていたんで結構うるさかったですね。やっぱりキャンプ場とかじゃないとポップアップはしんどいですね。ちょっと暑くなってきたんで下降ります。いや気持ちいい朝ですね。で今車内の温度が中が 26.4 度、外が 29.8 度。これちょっとおかしいですね。多分フロントガラスなんで太陽が直接当たってると思います。ちょっと暑いかなくらいですけど、風があればまだ過ごせる感じです。ちょっとですね散歩してきます。駐車場なんですけど、やっぱり車種枠できるということでエンジンつけている車もなかったんでかなり静かでした。そこがすぐ線路なんで朝5時6時ぐらいから結構電車の音はしました。ここ駐車場の後ろなんですけど、すごいやっぱ景色はいいですね。鳥の音がめちゃくちゃ聞こえます。高速道路すぐ近いんですけど山の中なんでやっぱり空気は美味しいですね。昨日ライトアップされていたこちらが温泉の施設です。マップありましたね。ここが温泉の施設で、ここが駐車場ですね。でトイレがこの辺ですね。この辺にありました。で第2駐車場がこの辺ですね。ここはすごい暗くて全然車いませんでした。いちご狩りとかもできるみたいです。このビニールハウスですね。いちご狩り受付、いつか家族で来てみたいですね。奥にはお店ですね。それと宿泊施設もあるみたいです。もうお風呂空いてますんでまた後で入りたいですね。じゃあ散歩していたらお腹空いてきたんで車内で朝ごはん食べます。やっぱり昨日の焼肉の匂いちょっと残ってますね。換気して空気入れ替えます。ちょっと暑くなってきたんで扇風機ここに置いときます。やっぱ涼しいですね。それでは朝ごはんにします。今日はですねもうずっとやりたかった大好きな卵サラダパンにこのジョンソンビールですね。このウインナーめちゃくちゃ好きでめっちゃ美味しいんですよね。でただ結構高いんです。これ今日は贅沢に焼いて挟みたいと思います。これね嫁も大好きなんですよね。なんで半分だけ食べて半分はまた持って帰ります。 IH 調理器とフライパンで焼いていきます。このウインナー油結構多いんで絶対跳ねますよね。なんで今回はこのクックパーですね、こちらを両面に巻いて包み焼きにしていきます。どうしよう、3本いっちゃいます。切れ目入れていきます。やっぱりこれがあるとすごい美味しく見えるんで、クックパー両面にかぶせて包み焼きにしていきます。中火で片面5分ずつ焼いていきます。じゃあ5分経ちましたんでひっくり返します。すごいいい匂いしてきました。全然汁とかやっぱ油飛んでないですね。じゃあもう5分焼いていきます。焼いてる間にパンに卵サラダ入れていきます。今日はこれ8枚切りですね。ちょっと薄めです。さあじゃあ5分経ったんで開けていきます。うわうまそう。ちょっと焦げちゃったんですけどこれもよしとします。うまそうですね。綺麗に切れるようにラップ巻いていきます。さあどうなってるかな。うわうまそうにできました。完成です。コーヒーはですね水で作るアイスコーヒー、こちらで作ります。お水も冷やしてきました。美味しいです。それではいただきます。
ごちそうさまでした。いや、めっちゃ美味しかったです。ポータブル電源、最後残量が 46% ですね。扇風機とかスマホとかも充電しました。やっぱり 1500Wh あるとなかなか減らないですね。これまた走行充電で充電していきます。めっちゃ安心です。じゃあ片していきます。全然汚れてないんで、こうやってゴミ捨てていくだけで大丈夫です。フライパンの方もですね、やっぱりアルミホイルの包み焼きウインナーしたんで全然汚れてないですね。これはお手入れ楽です。ウインナーの汁も車内に飛び散ってないんで、これは車中飯にかなり有効だと思います。初めてのカーロビー1泊2日車中泊終わりました。いや、めっちゃ楽しかったです。今回自分が感じた感想ですね、そしてメリットデメリットを最後にお伝えしたいと思います。まずはこのソファーですね。角度調整がめちゃくちゃ自由に効くんですね。これ意外でした。こんな感じで前に出したり、角度調整ですね、これも寝たりとか前に出して寝かしたりとか、あとこの座る面ですね、こちらもこうやって上げたりとか下げたりできますんで、結構座り心地は良かったです。でこのテーブルなんですけど、こんな感じでロックした状態でも動くんですね。これが意外と使いやすかったです。これはたまたまそういう仕様になってしまったのか意図的なんかちょっと分かんないんですけど、立つ時とかちょっと前に出して立てば立ちやすかったです。そしてなんといってもこのリアのスペースですね。こちらかなり使い勝手良かったです。ここの収納があることによって荷物一切置かなくていいんで、かなり広々使えました。これは当たり前だと思うんですけど、軽キャンピングカー乗ってる身からすれば、やはり軽キャンピングカーはこっちに荷物を置かないとダメなんで、もう本当にキャンピングカーショーのような状態で使いました。これはリアの収納のおかげです。そしてこのギャレーの下、こちらですね、扉がこのガラガラ、これめっちゃいいですよね。普通開くドアだったらここに荷物一度履けないとダメなんですけど、これそのままいけるんで、これはマネしたいですね。そして外にあるゴミ置き場ですね、2箇所あるところ、これはかなり便利でした。やっぱり車内に匂いの出るものを置いとくと匂い充満しちゃうんですけど、ここに置いとくと車内が匂いしません。そして自分が感じたデメリットなんですけど、このソファー下収納ですね、ここがこうやって開くんですけど、こう前にずらさないと開かないんですね。なんで普段使いではちょっとここは取りにくいですね。かなり高機能なソファーなんですけど、やっぱりこの下の収納って膨大なスペースありますんで、ここ活かせないっていうのはちょっともったいないなと思いました。そしてここの収納ですね、これがこんな感じでストッパーがないんですね。なんで片手でパッと開けて取ることができません。これがちょっとデメリットかなと思いました。こういうのはなんか DIY すればいけそうな気もします。そしてポップアップのベッドなんですけど、かなり枚数が多いんですね。1枚の板が大きいんじゃなくて、小さい板が複数ありました。なのでやっぱりこの出したりしまったりという作業が結構多くなっちゃいます。ただコンパクトに収納できているんで、これも悩ましいところですね。そして次は走りに関してなんですけど、今回一般道を走ってきました。で一般道を走ってみてのまずは感じたデメリットからなんですけど、乗り心地ですねがやっぱり良くないです。やっぱり商用車ベースなんでガタンガタンします。あとはショックアブソーバーとかこのスタビライザーですね、前に足回り強化したらどのぐらい改善されるか期待したいですね。そしてもう一つはやっぱりブレーキですね。効きが悪いです。重たいんでかなり早めにブレーキングしないと危ないと思います。でもそれはキャンピングカーに全体言えることなんで、ブレーキの強化ですね、社外品とかであると思いますんで、そういうのをやっていけば良くなると思います。
そしてメリットなんですけど、やっぱりこのサイズ感ですね。一般道ではポップアップ下げとけば普段使い問題なくできました。普段使いできるキャブコンの一番大きいクラスになるんかなと思います。ポップアップ下げとけば普段使いができて、上げれば本当にキャブコンのように広い空間が生まれます。これはかなりのメリットだと思います。走りに関して一番気になるのが高速道路の途半車線ですね。こちら軽キャンとかだとかなり遅いんで、どのぐらい快適になるのか、そちらを後で検証したいと思います。今日高速走った後の車中泊はですね、ポップアップを下げて都会での車中泊を想定して、どのぐらい快適なのか、遮音性とかですね、一度確かめてみたいと思います。この辺まだ温泉いっぱいあるみたいなんで、ちょっと温泉もう一軒はしごしてから高速道路乗って車中泊してきます。ここも結構きつそうです。今4速入ってます。で徐々に下がってきたんで、オーバードライブスイッチオフにします。はい、でトイレとお店がこちら側に専用の駐車場があります。焼肉と野菜ですね。カット野菜売ってましたんで、こちらとこのこれなんて言うんだっけなあ、この厚揚げ焼いていきます。カロビーで高速道路サービスエリア車中泊行ってきます。タウンエスベースキャンピングカーの高速道路の走りを体感しお伝えします。2泊3日の車中泊旅。昨日は一般道を走り温泉で車中泊しました。今回はサービスエリアということで高速道路を中心に走ります。キャンピングカーにとって高速道路の走りって本当に重要です。キャンピングカー購入後、実際に旅行って高速乗った時に法定速度をキープできないと辛いですよね。できないならできないで、その辺の性能は先に知っておきたいところです。でもキャンピングカー購入前の高速道路試乗ってほぼ不可能なんですよね。今回は自分が軽キャンピングカーに乗っていて特に不満なところ、上り坂を体感しお伝えします。途半車線があるような上りのきついバイパスを走行します。関西では有名な上りのきつい名阪国道をカロビーで走行します。タウンエースで走るの楽しみです。そして上り以外にも気になる風の煽り、橋の上やトラックの追い越しも軽キャンはよく揺れます。静粛性、走行中うるさくて会話するのに声張るの辛いですよね。料金所の加速、ストップウォッチで計測します。乗り心地やコーナリング、ブレーキ、こちらも体感してきます。最後に高速道路の燃費測りたいと思います。このサイズのキャンピングカーだと普段使いも可能です。サービスエリア行く前、イオンで買い物してお店の駐車場を止めて日常での使用感もお伝えします。ぜひ疑似体験してみてください。この動画はフルテロップ字幕、そして翻訳入れてます。外や無音でも楽しめます。今回高速道路での走行シーンが多く聞き取りにくいかもしれません。その場合も字幕入れてみてください。それでは最後までチェックよろしくお願いします。今三重県の二ノ山温泉に入ってきました。じゃあこれからカロビーに乗って高速道路走ってきます。はい、じゃあまず荷物を置いてマップ確認します。
今ですね、三重県の湯山温泉にいます。そして今日は高速道路検証しますんで、高速道路ぐるーっと乗って最後滋賀県の大津サービスエリアで車着します。ここなんか琵琶湖見えてすごいいいとこらしいです。まずはすぐにですね、新名神高速道路乗ります。ここがですね、結構風強いとこなんで風の煽り体感します。ここがですね、もうすごい上りのきつい途半車線があります。で今回はこの途半車線ですね、ちゃんと80キロ走るのか、もしくは80キロから加速するのか、そこも確かめてみたいと思います。今ですね、もう冷蔵庫電源つけてます。途中どこかスーパーで食材買っていきたいと思います。助手席のすぐ後ろですね、ここにジャックリ1500ポータブル電源積んでます。でバッテリーが減ってきたんで、走行充電で高速道路走ってる時に充電しておきます。はい、それでは出発します。まずはガソリン入れたいと思います。今結構狭い道案内されました。車1台通れるぐらいですね。でカルビー車幅そんななくて車高もそんなないんで、こういった道も普通に走れます。人巡りとかどこでも行けますね。はい、ここガソリンスタンドですね。ここで入れていきます。ガソリン入りました。ここのトリップメーターをゼロにします。そしたらこれで高速道路の燃費測っていきます。はい、それでは高速乗ります。菰野インターチェンジですね。今ジャンクションで結構なカーブなんですけど、やっぱロール感は結構ありますね。傾きます。なのでやっぱりコーナリングの時はしっかりブレーキして車速を落としてから曲がる方がいいと思います。はい、合流しました。そして今80キロで巡行してます。でここですね、すごい風が強いところで、今も風がゴーゴー車体に当たってるんですけど、結構高い道でですね、もう全然安定してます。やっぱり軽キャンピングカーに比べるとタイヤの幅ですね、トレッド幅がかなりあるんで、風の耐性は強いですね。今トラックが過ぎ去っていきます。追い越していきます。トラックの追い越しの風圧も全然大丈夫です。軽キャンだったらやっぱり追い抜かされるときにこっちがですね離れるような風圧が来て、で追い越したときにまた戻るような、吸い込まれるような風圧があるんですけど、全くありませんでした。カロビー風の耐性はかなり強いと思います。ただ軽キャンピングカーと比べてになります。普通車からすると多少は煽られるという感じになると思います。今80キロでトンネル内を巡行しております。で静粛性なんですけど、やっぱりロードノイズですね、タイヤのゴーって音とか風の音とかはある程度聞こえます。ただめちゃくちゃうるさいというわけではないですね。例えば隣に人がおって普通に会話は聞こえると思います。別に声張らなくてもいけると思います。名阪国道名物上りですね。ここから途半車線ですね。今4速入ってます。徐々に下がってきたんでオーバードライブスイッチオフにします。すると3速に入って60キロ65から70に今上がりました。大丈夫ですね。でこの状態でちょっと踏み込んでみます。加速できるか。速度上がっていきますね。大丈夫です。70キロで走っていて4速ですね。入ると失速していって、踏み込むとギアが下がって加速するという感じになります。でギアが3速になれば全然問題なく速度はキープして、そこから加速も可能です。なので坂道になったらここにオーバードライブオフスイッチありますんで、これを押しといたらもう4速に入りません。これにすると高速道路も快適だと思います。途半車線でも追い越し可能です。捕まってますね。覆面に捕まってます。
もう多分キャンピングカーに乗ってる間は速度違反で捕まることはなさそうです。だいたい法定速度で走ってますんで。道がガタガタなとこ多いんですね。でこんな感じで結構揺れてると思うんですけど、ガタガタ揺れます。この辺はやっぱ商用車ベースなんでこんな感じですね。なんで仕方ないかなと思います。やっぱ足回りですね。ショックアブソーバーとかロールを抑えるスタビライザーとか入れたら乗り心地は改善すると思います。ここからかなり急な長い下りなんですけど、やっぱりですね、すごい後ろのシェルが重いのでブレーキ効きすごい悪いですね。でしかもブレーキせずに下ってるだけだったら速度が上がっていくんですね。なのでたまにブレーキ踏んであげないといけません。でこのオーバードライブオフスイッチですね、これ入れるとギアが下がりますんでちょっとエンジンブレーキがかかります。これは下りは入れた方がいいですね。それでもまだ失速しないんでたまにブレーキを踏んでいかないといけません。もう下手しいあれですね、上りよりもこの下り気をつけた方がいいかもしれません。カーブの手前ではしっかり減速してあげて、で曲がっていった方が安全だと思います。じゃあここで一旦降ります。で市街地走ってで買い物をしてまた高速に乗りたいと思います。うわ狭っ、うわ狭っ、これ対向車来たら終わりですね。やっぱ Google はこういうのがあるんですね。あ、広くなったらよかった。でこういう道来てもまだカロビーだったら安心ですね。普通のキャブコンだったらもう今んとこやばいと思います。イオンですね、到着しました。じゃあここで食材買ってきます。はい、到着しました。こんな感じで普通の駐車場でも問題なく止められます。これ横が今アルファード止まってるんですけど、横幅とか長さとかは本当一緒ぐらいですね。先端がここですね、アルファードと一緒ぐらいですね。後ろもほぼ一緒です。なので運転する感覚は本当にミニバン乗ってるような感じですね。イオンモール奈良郡山店です。で買ってきます。買ってきました。でカルビに戻ります。それでは冷蔵庫に冷やしていきます。やっぱ40リッターあるんで全然余裕ですね。冷蔵庫はサブバッテリーでもう機能がつないでます。なので走行充電もされますんで、もう旅しながらだったらずっと冷やしっぱなしできます。走行充電なしだと2日ぐらい持つみたいです。これは夏必需品ですね。それではイオン出発します。奈良市内ちょっとだけ走ってでまた高速乗ります。そして大津サービスエリアで車中泊します。それでは再び高速道路に入ります。ここせっかくなんでベタ踏みで加速そのまま来たいと思います。で加速します。今20キロ、30キロ、40キロ、50キロ、60キロ、70キロ。おお早いですよね。全然問題ないと思います。 1.5 リッターのガソリンエンジンだとこのキャンパーシェルあっても問題なく加速できます。あとは4人とか乗ってたらどうなるかですね。今度1回検証してみたいですね。あ、ここですね。大津サービスエリア入ります。はい、ここに止めました。結構明るいですね。こんな感じで小型自動車ですね、専用の駐車場がありました。なのでトラックは別ですね。大型車はですね、この後ろこちら側に専用の駐車場があります。なので今回はあえて大型車よりエンジン音も聞こえる位置に止めました。これで遮音性も調べます。でトイレとお店が向こうですね。でこっち側
なんか琵琶湖見えるみたいなんでちょっと見てきます。うわ、このサービスエリアすごいですね。眺め最高です。琵琶湖と大津市の夜景が見えます。めっちゃ眺めいいですね。ここまた後でゆっくり見たいと思います。こちら側が上りのサービスエリアになります。向こうが下りのサービスエリアになります。結構涼しいですね。で今日もですね、このワイヤレスの温度計設置しておきます。朝日が向こうからなんで朝は影になってると思います。はい、というわけで次回ですね、高速道路サービスエリアで実際に車中泊して騒音ですね、体感してみます。実際によくあるシチュエーションだと思いますので、こういうの大事ですよね。キャンピングカーショーでは絶対に体験できないことだと思います。そして今回検証したかった高速道路での走り、上りですね、全然問題ありませんでした。名阪国道は制限速度70キロだったので、別の高速道路でも上り坂走りました。80キロ、90キロ上り問題ありませんでした。これだったらどこに旅行っても安心して走れますね。ちなみに制限速度100キロの道で100キロ巡航も可能でした。そして最後にガソリン入れて燃費計測しました。走行距離 181.1 キロ、給油したガソリン 16.38 リットル、1リッターあたり11キロでした。エアコンは走行中ずっとつけっぱなし、高速7割、一般3割という感じでした。ただ最初ガソリンスタンドの方に給油してもらい、最後はセルフで入れたので参考程度にしていただければと思います。普通のキャブコンだと1リッターあたり7か8くらいなので、まだ経済的ですね。本当に普段使いもできそうです。次回は琵琶湖が見える大津サービスエリアで車中泊です。最後に2泊3日車中泊旅で分かった良かったところ、そして残念なところもお伝えします。こちらもチェックよろしくお願いします。今回はタウンエースベースキャンピングカーカロビーで高速道路サービスエリア車中泊行ってきます。車中泊するとき、キャンプ場や RV パークは静かですよね。前回の温泉施設にある無料車中泊スポットも静かでした。でも街中で車中泊するとき問題になるのが騒音です。今回は高速道路サービスエリアということでいろんな音がします。そこで寝られるのかカロビーの遮音性もチェックしていきます。道の駅や高速道路で車中泊しようと思っている方は参考にしてみてください。撮影中に横でディーゼルエンジンの車がエンジンつけて休憩されていました。リアルに音の感じわかると思います。そして車中飯では煙が出ない方法で焼肉します。個人的に気になっているベッドモード展開、全力でやって何分かかるかタイム計測します。最後に2泊3日リアルに車中泊してみて、自分が感じたメリットデメリットを本音でお伝えします。タウンエースベースキャンピングカー、興味ある方必見です。購入後の使用感が分かっていただけると思います。この動画はフルテロップ字幕、そして翻訳入れてます。外や無音でも楽しめます。今回もぜひ最後までお付き合いよろしくお願いします。いやー、なんかネットで調べるとこの大津サービスエリア車中泊向きって書いてました。ほんとその通りで、なんか景色もいいし雰囲気もいいですね。ポータブル電源走行充電しておきました。 65% まで増えてます。今気温なんですけど、中が27度、外が 23.6 度、外結構涼しいですね。ちょっと窓開けます。かなり外の音聞こえるんですけど、やっぱり開けると涼しいですね。これでちょっと外気温の温度に近づけます。早速お腹空いたんで晩ご飯食べたいと思います。昨日ですね、焼肉したんですけど、結構匂い残ってしまったんですよね。で、今日の朝ウインナー焼いた時にアルミホイル包み大作戦したら、もう見事に匂いしなかったんで、今日はそれを焼肉にやってみたいと思います。肉買ってきました。冷蔵庫に冷やしてきました。
これで焼肉すれば車内でも匂い残らないし、後片付けもめちゃ楽ですよね。ずーっとやってきた車内焼肉の挑戦、いよいよ終止符が打たれるかもしれません。どうなるか楽しみです。 IH ヒーターと愛した用のフライパン、こちらで焼いていきます。焼肉のタレはジョジョ園のタレですね。で、受け皿はもうこの紙皿ですね。今回もギャレー使わないで使い捨てでいきます。それではまずアルミホイルで包んでいきます。よいしょ、4ついっときます。弱で焼いていきます。両方3分ずつ焼けたんで開けてみます。さあ、できてるかな。あ、できてます。ジョジョ園の焼肉のタレでいただきます。すごいいい匂いしてます。ちょっと蒸し焼きっぽいんですけど、でもちゃんと焼肉ですね。いただきます。うん、うん、うまい。いやー、これちゃんと焼肉ですよ。しかも全然車内に匂い広がってないし、最高ですね。これありかもしれません。それではこれ捨ててもう一回していきます。これ難点はやっぱり肉汁がすごい出るんで、毎回取り替えないとダメですね。ちょっとそれが手間ですけど、この肉汁がやっぱり蒸発してこの車内に匂いが残るんだと思います。次はこのアルミホイルではなくてクッキングシートで焼いてみます。ちょっとうまくいくかわかんないですけど、一回やってみます。包んでいきます。なんとか両面焼けました。できてるかな。あれ、すごいいい感じ。焼けてますね。なんかこっちの方がちょっと水分が抜けてええ感じですね。いただきます。美味しい。なんかこっちの方がすごい水分が抜けて美味しいですね。ただ水分がちょっと下についてるんで、完全に匂いなくすのはやっぱアルミホイルの方がいいかもしれません。難しいですね。お、いけそうですね。ごちそうさまでした。いやー、美味しかったです。バッテリー残量は 50% になりました。あんまり匂いもやっぱしないですね。で、美味しかったですけど、やっぱり焼肉とはなんか違うんですよね。蒸し焼きっぽいというんでしょうか。まだまだいける気がします。これからも探求していかないとダメですね。いつか車内で快適に焼肉できる日を夢見て頑張ります。ちょうど隣に車が来ました。トラックですかね。ディーゼルエンジンの音がします。お仕事で今休憩されてるんだと思います。ちょうどいいですね。これで今結構音しますんで、横にディーゼルエンジンのトラックがいても快適に眠れるのか検証してみたいと思います。まずはですね、閉めてみます。音変わるかな。あ、かなり変わりますね。やっぱり反対のこっち側も閉めてみます。あ、なんかこっち側も閉めることによってこっちにいるトラックの音が聞こえます。これは意外ですね。もう一回こっち側開けてみます。あ、やっぱそうですね。反対側開けると環境音っていうんですかね、そういうのが聞こえて、こっちにいてるトラックの音があんまり聞こえません。
それではトラックがいてるこちら側を閉めておいて、反対側はこっちを開けてしばらく様子見たいと思います。今車内の温度が 24.2 度、外が 22.4 度、2度ぐらい違いますね。でもかなり快適に過ごせます。それではトイレも兼ねて外の様子見てきます。駐車場はこんな感じです。ポツポツ車いる感じですね。大型の方はやっぱりもう満車ですね。ご苦労様です。とりあえずトイレ行ってきます。トイレはこっちの奥ですね。なんかキャンピングカーみたいなのがあります。キッチンカーですね。これ明日もしかしてここでキッチンカーでお店やってるかもしれないですね。また朝チェックしてみます。大手サービスエリアの上りの方はそんなに広くないですね。ただ24時間のフードコートもあるそうです。なんといってもこの琵琶湖と大津市内一望できる展望台ですね。駐車スペースからすぐ一望できるのがいいですね。ぜひ大津サービスエリア通過するときは一回見ていってください。めっちゃ綺麗なんで明日の朝も楽しみですね。トイレから帰ってきたら横で休憩されていたトラックの方が出発しましたね。とりあえずカロリーに戻ります。横のトラックいないんですけど、この後ろですね、ここにはトラックたくさん止まっていてエンジンもついてますんで騒音の検証はできると思います。それではカロリー戻ります。やっぱりサービスエリアは安心ですね。やっぱ明るいのとやっぱ人がいてるのでかなり安心です。今日はポップアップはもう上げずにベッドモードにして寝たいと思います。前回ですね、一度ベッドモードをしましたんで2回目になります。手こずるかもしれないんですけど、実際にタイム測ってみたいと思います。それではやっていきます。じゃあスタートします。2分16秒99、2分17秒ですね。約ちょっと熱くなりました。やっぱり2回目なんでちょっと時間かかっちゃいますね。では寝るセッティングしていきます。はい、完成しました。じゃあちょっと着替えも完了したんで寝ていきます。ちょっと暑くなったんで扇風機回してました。でトラックの音が多少聞こえる感じですね。一回閉めてみます。かなり静かですね。ぐっすり眠れそうです。はい、それではおやすみなさい。おはようございます。いやー、よく眠りました。すごい車内がですね暑くなってきました。今中の温度が 31.1 度、外が28度。やっぱもうこの時期暑いですね。エアコンないとしんどいです。この窓両方開けて扇風機回したらかなり涼しくなってきました。一瞬エンジンつけてですね、エアコンで温度下げて車内冷やそうかと思ったんですけど、今燃費計算してるんで今回はやめておきます。我慢します。ベッドモードからソファーモードに直してる途中なんですけど、このレイアウトもありやなと思いました。ベッドモードにしたままこっち側をソファーモードにします。そうすることによって広く使えます。ソファーモードがここの通路ですね、ここがなくなっちゃいますが、ソファーの横幅が広くなります。こっちとか荷物置くのいいですよね。あとは運転席と後ろの行き来がしにくいと思います。ただ走行中は座れないんで、もう完全に運転席と助手席2人旅用になっちゃいます。まあでも2人だったらこのレイアウトはありだと思います。ソファー展開終わりました。いや昨日なんですけどめちゃくちゃ寝れました。このソファーがですね結構厚みがあって柔らかいんで熟睡できました。そして気になる遮音性ですよね。昨日締め切って寝ました。でトラックがですね
後ろの方にちょっと離れていました。なので音は全然聞こえませんでした。横に車もいませんでした。一瞬横にですね、ディーゼルエンジンのトラックが止まった時は結構音がしました。閉めてもやっぱ中には音が入ってきました。僕は大丈夫かなっていう感じですね。で、気になる人は多分寝られへんかなっていう感じですね。やっぱりキャブコンでも真横にエンジンつけてる車がいればかなり響くなとは思いました。高速道路で仮眠するときは耳栓あった方がいいと思います。それではですね、トイレも行きたくなってきたんで外の様子見てきます。キッチンカーまだやってないですね。とりあえずトイレ行ってきます。トイレはめっちゃ綺麗でした。フードコートにあと551もあるみたいですね。琵琶湖のマップありますね。ちょっと後で琵琶湖行ってみたいですね。うわー、めっちゃ綺麗です。この景色最高ですね。なんか夜もいいですけど昼もいいですね。この後ですね、高速降りてちょっと琵琶湖探索してきます。高速道路の上から見れるのめっちゃいいですね。また大津サービスエリア通るときはここ寄りたいと思います。車が多くなってきました。やっぱりここ人気ですね。奥の方には同じタウンエースベースの花がいます。花もいいですね。一回乗ってみたいです。朝ごはん車内で食べようかと思ったんですけどちょっと混んできているんで、もう下に降りて高速でガソリン入れてまずは燃費測りたいと思います。その後ですね、2日目車中泊してみて感じたメリットデメリットをお伝えしたいと思います。では行ってきます。それでは出発します。なんかもうこのまま高速の出口サービスエリアからあるみたいなんで大津出口ですね。じゃあ一旦高速降りてガソリン入れて燃費測ります。いやー、大津サービスエリアすごいいいとこでしたね。また来たいと思います。弓浜到着しました。そしたらここの駐車場でですね、燃費計算します。 6.38 は出ました。燃費11ですね。いやー、いいとこですね。車中飯用意してきましたんで車内で作って、せっかくなんで琵琶湖見ながら食べたいと思います。ピザ買ってきました。昨日やったアルミホイル包んでフライパンで焼くと意外とできるんじゃないかなと思って一回やってみます。これ全然入らないんでちょっとカットしていきます。はい、じゃあとりあえず4等分にカットしていきます。こんな感じで4等分できました。僕ね、昔高校生の頃ピザ屋でバイトしてたんですね。で作ってデリバリーしてました。すごい懐かしいです。チーズ買ってきました。さらにかけます。ちょっと中火で焼いていきます。一応両面ですね、軽く焼いていきます。で開けてみます。うわ、焼けてます。美味しそうですね。この裏もちゃんと焼けてますね。やっぱチーズ入れて正解ですね。いただきます。めっちゃ美味しい。じゃあ残りも全部焼いちゃって琵琶湖で食べます。はい、それでは琵琶湖見ながらピザ食べます。うわー、すごいな。めっちゃ気持ちいい。じゃあここでピザいただきます。おいしい。カロビー2泊3日車中泊旅、めっちゃ楽しかったな。で最後に僕が感じたことをメリットデメリットですね、お伝えします。メリットなんですけど、一人でポップアップを使わずに高速道路で車中泊しました。一人使いだとね、めちゃくちゃ広いです。やっぱりもうビジネスホテルよりこっちの方がいいんちゃうかなっていうぐらい快適でした。もう本当に今回のようにお風呂入ってご飯食べてですね、もうここでそのまま寝るっていうのがめんどくさがりにはちょうどいいです。で今これ GoPro の超広角で撮ってますんで、一回標準で撮ってみます。これが普通の画角のサイズになります。これもう一回超広角です、ね、このまままた普通に変えます。はい、これが標準になりました。こんな感じですね。次のメリットなんですけど、ここメインで座っていたんですけど、この上ですね、
ポップアップ上げなくても意外とヘッドクリアランスありました。自分170センチなんですけど、座ってから拳2個分上に余裕ありますんで、全然圧迫感はありませんでした。あとですね、同じタウンエースベースの D テントウムシも乗ったことあるんですけど、そっちよりかは天井高いです、こっちの方が。そして収納2日間使ってみて気づいたんですけど、これですね、意外と奥行きがあるんですね。これ一種なんですけど、これなんと縦に入ってます。こうすることによりかなりの容量がこの中に収まります。エントランスのこのシューズボックスですね、こちらもかなり使い勝手良かったです。やっぱりここにシューズボックスがあることによって、この入り口が何も置かなくていいんで、かなり乗り降りはしやすかったです。そしてデメリットなんですけど、今回2日間中で車中飯してみて感じたのが、ここの網戸ですね。こっち側、このテーブルの奥の方を開くんですね。なんでこっち側は網戸にならない仕様になってます。こうできるんですけど、こっちの奥のガラスが向こうに行きません。これ逆やったら車中飯とかするとき、このまま匂いとか外に行きますんで便利だと思います。でこっちのギャレの方もこっち側が網戸なんですね。でこっちは網戸になりません。これも逆の方が車中飯する方であれば使い勝手いいと思います。そして内装で自分が感じた一番のデメリットはこのベッド展開ですね。これがかなり面倒くさかったです。慣れたら早くなるとは思うんですけど、眠くなってからの2分間の労働は結構しんどかったです。そうですね、慣れてきたら1分とかでできるのかもしれません。でも意外と体動かすんで、自分は毎回寝る前と朝起きてからするのはちょっと面倒くさいかなと思いました。かといって横向きレイアウトにしちゃうと、3点のチャイルドシートですね、つけれなかったりとか、後ろの方が走行中横向きになっちゃうんで、かなり酔うと思います。なので自分だったらもうここもなんか足してお座敷スタイルにするのが一番いいかなと思います。そして走りですね。今回高速道路を走ってみて感じたメリットなんですけど、やっぱり 1.5 リッターあれば途半車線でも速度キープできます。これは大きいですね。あとは途半車線など上りで失速してからも再加速が可能なんですね。そして100キロ巡航も可能なので、キャブコンですが普通車に近い性能がありました。これは走りのストレスが少ないキャンピングカーですね。デメリットなんですけど、ジャンクションなどの急カーブですね、ロール感はすごいあります。もうキャブコンという感じですね。これは普通車のようにはいかず、しっかりと車速を落として曲がる必要があります。乗り心地もやっぱりガタガタ気味です。この辺はショックアブソーバーやスタビライザーなどを入れてどう変わるか楽しみですね。今回ですね、2日間乗ってみて感想をまとめると、間違いない1台ですね。軽キャンピングカーや普通車での車中泊していた方の次のステップに選ぶには最適だと思います。これからですね、もっと需要増えると思います。それでは最後にカロラシガにカロビー返して見積もりですねしてもらって、それと今の納期ですね聞いてみたいと思います。それやとお値段はある程度分かるんですけど、それちなみにスタビライザー、ショックアブソーバー、その時はショック4本させてもらったのと、あとスタビライザーのフロント側だけですけど、そうですね。タウンエースベースキャンピングカーカロビーの見積もりを公開します。そして気になる軽キャンピングカーと比較します。2泊3日車中泊旅でお借りしたカロビー、いよいよお別れの時が来ました。走りもいい、居住性もいい、軽キャン以上ハイエース未満といったキャンピングカーの立ち位置でしょうか。名残惜しいですが、カロラシガさんにお返しに行ってきます。キャンピングカーの見積もりをされたことある方はわかると思いますが、何これって項目があったり、お店によって違ったり、表示価格と全然違う額になったり、実際に金額を出していただかないとはっきりしないことが多いですよね。今回は実際の見積もり書をいただき、皆さんと共有したいと思います。タウンエースベースキャンピングカーは軽キャンピングカーと比べると
車体価格がプラス100万円くらいなんですよね。実際の見積もり金額だとどうなるんでしょうか。気になります。オプションなしと自分が購入するなら付けたいオプションを入れたバージョン2種類の見積もりを出していただきます。そして気になる今の納期も聞いてみます。軽キャンとの見積もり比較では年間維持費も比較して皆さんにお伝えします。今回も最後までお付き合いよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。どうぞお待ちください。オプションないベーシックなタイプの方ですね。で、お車が2WD のオートマチックというさせてもらってます。諸費用が入っているのと、あとオプションのところに一応予備検査改造申請費用というのが入ってるんですが、8ナンバーに改造するための費用なんですけど、普通の車はちょっと諸費用に入れるところがないので、ちょっとここに計上させていただいております。で一応車両本体と、登録諸費用とあと、ちょっと値引き少しだけさせていただきまして、総額で471万5000円っていうような形になります。こちらが実際の見積書になります。カロビーは4ナンバーから8ナンバーに変える費用が11万円かかります。こういうのは実際に見積もり見ないとわからないですよね。税金手数料関係合計20万3960円、値引き5万3960円していただいて、全て込みで471万5000円でした。続いて自分が購入するなら付けたいオプションを入れて見積もりしていただきました。でもう一つがお伺いしたいくつかオプションを入れさせてもらって、車の内容は同じで、FF ヒーターの方と、バックアイカメラですね、それと、ショックアブソーバーを4本、セットで買いさせていただいたっていうのと、ミラータイプのドライブレコーダー、あとマックスファンですねを入れさせてもらいました。で、これですと、オプション入れさせてもらってお値引きもちょっとさせてもらって、全部で523万っていうところ。オプションは必ず必要であろう FF ヒーター、ドラレコバックカメラに自分的にこだわりたい足回り強化、社外品のショックアブソーバーと換気用のマックスファンつけていただきました。オプションで合計50万円くらいプラスになり523万円になりました。こうなると軽キャンとはかなり金額が離れてきますね。そして肝心の気になる納期も聞いてみました。今納期がですね、大体1年5ヶ月から6ヶ月ぐらい、1年半ぐらい、かかってしまうので、一応12月で見させてもらってるんですけど、来年の12月っていうちょっとだいぶ先の話には結構先ですそうですねなってしまうんですけど、また伸びていく可能性もありますもんね。ありますね。もう年初は1年ぐらいでなんとかいけてたんですけど、そうなんですか。そうなんですよ。もうここ半年でも一気に上がっちゃって、今ものすごく需要が高い状態ですね。ちなみにカロツモリってどのぐらいなんですかね、今。納期はねほぼ一緒です。もう結局作る順番を待ってるような状況なので、着工してからはねやっぱりそうなんですよ。カロビーを作るかカロツモリを作るっていうのを順番に並べてるような状態ですので、着工してからは大体やっぱり 3,4 ヶ月で出来上がりはできるんですけど、またカロツモリ試乗させてください。ぜひともお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、納期は1年半でした。これから伸びる可能性もあるようです。やっぱりキャンピングカー需要が高まってきているようです。そして軽キャンピングカーとカロビーの見積もりと納期を比較したいと思います。軽キャンピングカーは自分が所有しているインディ727、そして今話題の普通車枠軽キャブコンハッピーワン、この2台の軽キャブコンで比較します。オプションなしの一番安い状態で比較しました。まず今見積もりしていただいたカロビーのオプションなしが本体価格445万5000円税込み、購入時にかかるその他の税金など出してお支払い総額471万5000円税込みです。納期1年半、そしてハッピーワンお支払い総額350万円。 JP スターさんの場合込み込みいくらという販売方法なので、税金など抜いた本体価格は相当安いと思います。納期は最近伸びてきて4ヶ月から6ヶ月ぐらいです。そしてインディ727、
ベース車両のハイゼットトラックのグレードによって価格変動しますので、今回はハッピーワンと同じグレードで比較します。本体価格344万3000円税込み、お支払い総額350万1230円税込み、納期は1年半から2年。ちなみに同じ軽キャブコンのテントウムシは3年、バロッコは2年半くらいです。インディ727だけ実際に見積もりした金額ではなく、インディアナ RV さんのサイトに掲載されていた税金関係を単純に足した金額になります。こう見ると軽キャブコン約350万円、カロビー約470万円でプラス120万円といった感じになりました。本体価格だけではなく、税金関係、手数料関係、総支払い額で計算すると軽キャブコンとカロビーの差少し大きくなりました。皆さんいかがですか？タウンエースベースにすることによる快適性と軽キャンピングカーの初期費用の低さ、なかなか悩ましいところありますね。そして実際に所有すると毎年かかる維持費も比較してみます。任意保険、ガソリン、駐車場、車体メンテナンス代は人それぞれ変わるので、まずは税金と自賠責のみで比較していきます。税金は地域によって多少変わるので参考程度に見てください。カロビー普通8ナンバー、自動車税、重量税、自賠責、1年間でかかる費用合計47,125円。ハッピーワン普通8ナンバー、1年間でかかる費用合計43,025円。インディ727軽8ナンバー、1年間でかかる費用合計14,835円。インディ727軽8ナンバーはハッピーワン、カロビー普通8ナンバーに比べるとざっくり3万円くらい安くなりますね。任意保険は人それぞれ変わるんですけど、自分の場合だと軽が3万くらい安くなりました。ということは税金と任意保険で軽は年間6万円安いですね。あとはメンテナンスと車検時の費用、そしてガソリンですね。ちなみに燃費ですが3台ともレギュラーガソリンで、高速道路自分で走行した時1リッターあたりカロビーが11キロ、ハッピーワン13キロ、インディ15キロでした。インディだけ5速マニュアルで、他は4速 AT です。年間1万キロ走行したと仮定してガソリン価格1リッター150円とします。カロビー年間13万6363円、インディは年間10万円、差が3万6363円です。燃費はそこまで差がないかなといった印象です。ただちりつもで税金、任意保険、燃費の差すべて足すと9万6000円になりました。維持費の比較どうでしたか？やはり軽8ナンバーは安いですね。ハッピーワンは普通8ナンバーなのでカロビーと同じぐらいの維持費になりました。そして最後にカロビー、ハッピーワン、インディ727、実際に乗ってみてお金も計算してみて感じたかと思ったことを簡単に丸三角×で3台比較してみます。購入時価格、カロビー三角、ハッピーワン20丸、インディ727丸。年間維持費、カロビー三角、ハッピーワン三角、インディ727二0丸。車内広さ、カロビー丸、ハッピーワン丸、インディ727三角。走り、カロビー20丸、ハッピーワン×、インディ727三角。このような感じに個人的に思いました。購入時の価格、ハッピーワンとインディに差をつけた理由ですが、ハッピーワンは有料級のオプションが標準でついてくるので20丸にしました。年間維持費はインディだけがダントツで安くなりました。車内広さ、カロビーとハッピーワン同じにした理由ですが、ハッピーワンは高さがあり、カロビーには奥行きがあり、どちらも同じぐらい広く感じました。走りに関してはカロビーがダントツでした。どこでも快適に走れます。ハッピーワン×インディ三角と差をつけた理由ですが、エンジンは同じなんですが、キャンパーシェルが大きいハッピーワンは高速道路の途半車線がインディより遅く、風の煽られ具合もインディより大きいため×にしました。こう見ると各キャンピングカー、キャラも出ていて、自分がどのキャンピングカーと合っているのが見やすくなってきました。皆さんはどうでしたか？お金を取るか、走りを取るか、広さを取るか、悩ましいですね。そして個人的にもう一つポイントに加えてほしいところがあります。
それは近くでちゃんと面倒を見てくれるお店があるキャンピングカーがおすすめです。メンテもそうですが、やっぱり後でいろいろつけたくなってくるんですよね。そういう時、購入したお店やメンテしてくれるお店が近くにないと結構困ります。気になるキャンピングカーが見つかったら、近くのキャンピングカー屋さんで取り扱ってるか聞いてみてください。そこから決めるのもありだと思います。これからまた軽キャンピングカーに加え、自分が気になるキャンピングカーも紹介していきます。皆さんはどんなキャンピングカーが気になりますか？やはりハイエースとかですかね。またコメントで教えてください。動画作りの参考にさせていただきます。